皆さん、こんにちは。ゆりーずマインドカフェ、昼のつれづれでございます。お久しぶりですね。皆さん、お元気ですか？私はね、最近、肩を脱臼してしまって、もうね、脱臼してから1ヶ月以上経つんだけど、まだね、治ってなくて、ちょっとね、テンションは低い。完治するのに、この前診察に行ったら、まだ最低でも2ヶ月ぐらいかかるって言われてて、まあね、私はプレプリでレッスンをやってるんだけど、まあそっちのレッスンは、日本語講師のレッスンはちゃんとやってたんだけど、ちょっとね、YouTube はすごくスローペースになってるよね。歯もさ、3月に割れたし、なんかね、今年は怪我が多いんだよね。ちょっと、まだ7月なのに。今年はもう怪我がないことを祈るんだけど。まあ、それはいいとして、この昼のつれづれのコーナーでは、中級から上級の方に向けて、私がタメ口で、いろんな雑談をしていく、そんなコーナーとなっております。今日の雑談のトピックなんだけど、まず一つ目が、みんなこのひらがなの読み方わかるっていうトピック。で、もう一つが、最近私が気づいた、私のマンションのちょっと面白い話、タイヤの話をしたいなと思っております。はい。早速なんだけど、ちょっとね、これをいきなりお見せするね。じゃじゃん。あ、こっちか。はい。これ、みんな、読める？あの、ポッドキャストで聞いてる人は、ちょっと、画像が見れないと思うから説明すると、今出している字は、かに丸、パピプペポーの丸をつけた文字なんだよね。みんなこんな日本語があるって知ってた？私は知らなくて、すごくびっくりして、面白いと思って今日みんなに教えたかったんだよね。で、これはなんて読むかっていうと、まず普通のかに点々がってあるじゃん。これは学校っていう時のが、普通のがなんだよね。で、かに丸は小学校時のがなんだってさ。違うんだって。知ってた？これは微濁音っていう読み方らしい。ニュースキャスターの方とかは、すごくこの違いを意識して、微濁音を使うんだってさ。確かにさ、ニュースキャスターの方の喋り方って、すごく綺麗だし、わかりやすいよね。日常の日本語とはちょっと違う喋り方だよね。そうそう。で、多分これの使い分けとかもあるんだろうなと思ってさ、いやー、30数年間日本で生きてきたけど、歯に丸がついた読み方があるんだと思って、あれじゃない？なんかその日本語の、なんていうの？隠しコマンド的な、そういう読み方だよね。めっちゃ面白いと思って、みんな知ってるかな？私がそれを知った元の動画を YouTube のコメントか概要欄に載せておくので、ちゃんとした違いに興味のある人はそっちも見てもらえたらいいかな。うん。ニュースキャスターの方がその学校と小学校の読み方を実際に言ってくれてるんだよね。で、多分みんなの方が耳がいいから違いがわかるんじゃないかな。うん。いやー、面白いよね。そんな読み方があるとは。なんかこれを知ってから、つい最近知ったんだけど、ニュースを見るたびに、そのキャスターの人のが
の部分をさ、すっごい意識して聞くようにさ、なっちゃってさ、面白いなと思って。以上です。では、次ね。次が、マンションのタイヤの話なんだけど、最近あった出来事。これはね、めっちゃ日本文化的な話かな。なんか最近私が微笑ましいなーって思った話なんだけど、日本に住んでる人は知ってると思うんだけど、日本ってさ、マンションに廊下があるじゃん。で、自分がこう部屋から玄関を開けて廊下に出たその部分を共用廊下って言うんだけど、そこはね、自分のなんていうの、陣地じゃないから、自分のもの、私物を置いてはいけないっていうルールがあるんだよね。基本的にどのマンションもあるんじゃないかな。そう。共用部分だから自分じゃないし、そもそもなんでそこに置いてはいけないかっていうと、そこに物を置くと人の通行の邪魔になるよね。だからダメっていうルールが、基本的にあるんだよね。家を借りるときにそういうなんか冊子をね、もらうんだけど、それは管理規約っていうものがあって、そういう冊子をもらうんだけど、そこにもね、ちゃんと明記されてる、そういう感じのルールなんだよね。そうそう。で、実際のところみんなそれを守ってるのかって言ったら、案外ね、それはあんまり守ってない人も結構多くて、例えば、自転車とかをマンションのその玄関出た、その自分の部屋の壁にこう沿わせる感じで、邪魔にならないようにね、置いてる人っていうのは、いる。子供の自転車とか、あとはちょっと高い、取られそうな自転車とか、そういうのはマンションの中に置いてる人はいるんだよね。なんかね、そんなにたくさんいるわけじゃないけど、割合としては、半分ぐらいの人はそれをしてるって感じ。ちょっと少ないかな。半分は言い過ぎかも。4割ぐらいかな。そうそう。残りの6割の人はちゃんとルールを守ってるって感じかな。で、今私が住んでる部屋は、エレベーターがあって、それを上がって、エレベーターから出たところに玄関があるんだよね。私の同じ階の人は全員が私の住んでるその玄関の前を通ってこう両側にこう行くっていう感じ。そう。で、そんな感じだから、そこの、エレベーターの前の玄関の人っていうのは、あんまりね、物を置く人は少ない。なぜならみんなが通るから邪魔になりやすいよね。そう。逆に、両端、こう、エレベーターを降りて、両側に行った、この両端の人は、割とね、物を置いてる人が多い、自由に。なぜかというと、それは、自分たち以外にそこまで行く人がいないよね。誰の邪魔にもならないから、ルール上はダメなんだけど、文句を言う人も誰もいないから、OK っていう、そういう判断なんだよね。大体そんな感じなんだよ。で、去年の冬の話なんだけど、冬ってさ、タイヤを冬用のタイヤに履き替える必要があるよね。滑らないやつにさ。そう。で、私は夫と2人で1台の車を使ってるんだけど、冬用のタイヤは夫の実家に置いてたんだよね。で、履き替えるときは基本的に夫の実家で履き替えてたんだけど、ちょっといろんな理由があって履き替えれなくて持って帰ってきたんだよね。で、どこに置くっていう話になったんだよね。うちの車は軽なのですごいちっちゃいんだよね。そうそう。で、ベランダに置くか考えたんだけど、ベランダにもちょっと置けなくて、それで私は長くても1ヶ月くらいの短い期間だから、玄関の端っこに置いといたらいいんじゃないって言ったんだよね。短期間だから。でも、夫は本当にルールを100%
完全に守るタイプの日本人なんですよ。私とはちょっと違う。私は結構ね、周りの空気を見て動くタイプなので、物を置くのもルール上はダメなんだけど、誰かが邪魔と思って通報しなかったら、管理会社の人もわざわざ、注意したりはしないんだよね。私的にはね、1ヶ月ぐらいエレベーター出てすぐは、無理じゃん。だからちょっとそれたこっち側に置いとくぐらいなら、問題ないんじゃないかなって思ったんだよね。一つ一つタイヤを袋に入れてね、見た目も綺麗にして、そのまま置くとちょっと汚いじゃん。だから袋に入れて縦に置いたら、そんな目立たないんじゃないかなって思ったんだよね。そう。で、夫はそれをちょっと嫌がってたんだけど、結局他に置く場所がなくて、そうすることになったの。実際それで何が起こったかっていうと、何も起こらなくて、問題はなかった。うん。それ以来置いてないんだけど、そうそう。みんなも結構自転車とかは半分以上の人が置いてるから、うん。そう。でもさ、夫はルールを守るタイプなので、ずっとね、1ヶ月間ドキドキしてたらしい。そう。で、1ヶ月の間にタイヤ履き替えて、余ったタイヤはまた実家に持って行って、それで、それは終わったのよ。で、ここからがちょっとオチなんだけど、最近さ、たまたまその買い物して、エレベーター上がって、降りて、周りをふと見たんだよね。そしたら、左右を見たらさ、私たちがやってたみたいに、タイヤをね、一個ずつ袋に入れて、廊下に置いてる人が2組いたんですよ。めっちゃ面白くない？全部でさ、6、8部屋あるんだけど、そうそう。私の部屋の玄関があるじゃん、家の。で、1個開けた両側、ちょうど両側の人が、たまたまだと思うんだけど、タイヤをさ、同じように置いてたんだよね。もう置き方がめっちゃ私たちと一緒だったんだよね。でね、私は運動がてらエレベーターを使わない時があって、その時はね、こう、一回ずつ上がっていくよね。だから、その各階のその廊下の様子が、おのずと見えるわけだよね。で、他の階の人は誰もタイヤを置いてないの、外に。でも、私たちの階だけ、それがあったんだよね。それでさ、多分なんだけど、これ、私たちのその置き方を見て、これだったら邪魔にもならないし、見た目も汚くなくて綺麗じゃん。だから、大丈夫なのかって、多分ね、わかんないよ。わかんないけど、同じようにしたんじゃないかなって思って、うん。みんなさ、タイヤは履き替えないといけないじゃん。でも、マンションだと置く場所がさ、なくて、多分ね、みんな困ってたんだと思う。でも、自転車は置いてる人いるけど、タイヤは置いてる人がいないから、みんなダメなんだろうなと思って、やってなかったんだと思うんだよ。でも、私たちが1ヶ月ぐらい、ちょっと端っこの方に置かせてもらっていたのを、多分見ていて、絶対通るから目に入るじゃん。で、案外これならありかもって思ったのかなって思ったんだよね。そう、それでみんな起き始めたんじゃないかなって。で、なんかさ、その感じが、その一連の流れが、なんかすごく日本っぽいなと思って、こう自分からは絶対にしないんだけど、周りの人がやってるのを見て、あ、じゃあ自分もちょっとやってみようかなってなる感じがさ、そう、出る杭にはならないんだけど、出る杭には従うことがあるんだよね。なんかそういうところがすごい、なんていうの、微笑ましいかな。微笑ましいって思ってさ、これはさ、こういう出来事ってタイヤだけじゃなくて、前の職場でも似たようなことがあってさ、その職場は結構みんな、なんていうの、みんな残業する雰囲気がある
そういうとこだったんだよね。で、一人だけ率先して定時で帰る人がいたんだよね。うん。で、その人は、立場がちょっと上の人で、私は仲良くさせてもらってたんだけど、で、いろんなこと喋るじゃん。で、その雑談をしてる時に、一緒に定時に帰るのに、可能なら協力してほしいっていうことを言われていて、私は残業は、反対派、可能な限りしたくない派。だから、定時で帰るっていうのに、私も真似して帰ってたんだよね。そうすると、他にもたくさん、いるじゃん、人が。他の残業してた人たちも、だんだんね、定時で帰る人が出てくるようになってきたの。本当面白くないそれまでは、残業するのが当たり前だったんだけど、なんかね、帰るか帰らないか、各自で選べるようになったって感じかな。うん。そう。仲良くさせてもらってた人は、そういう空気を作るために、まずは自分が、先に帰るようにして、出る杭になってくれてたわけだよね。うん。だからさ、やっぱ、出る杭にはならないんだけど、出る杭に続くことはあるんだよね。うん。日本だと結構多い。みんなの国はどうかな？同じかな？うん。あの日本だと結構これってこういうものでしょっていう空気がいろんな場面にあるんだよね。でも、なんかいやーちょっとそれしんどくないみたいなこととかもあって、で、私はこっちの方が好きだし、いいと思うんだよね、みたいなことを、ちょっとね、誰かが試してみると、その後に、実は僕も私もそう思ってたんだよね、みたいになって、それも OK になることが割とある、日本では。うん。ちなみに私は、日本人がそのルールを守るっていうのは、日本って結構秩序があるじゃん。それを何守っていく上ですごく大切だと思ってるんだけど、たまにね、ずっと暮らしてるとね、息苦しいことがあるんだよね。そう、そういう時に私は周りの空気を見て、これぐらいなら大丈夫かもと思って、ちょっとね、チャレンジすることがある。自分の息が吸いやすい環境を作るためにね。うん。そう。案外、日本にはそんな感じで、みんなが、これぐらいなら大丈夫だよね、いいよねっていう許してくれる余白の部分がね、存在するんですよ。そう。なので、日本に住んでいて、なんかちょっと窮屈だなと思ったら、そういう周りの空気を見て、なんかちょっと調整してみると、自分の生活しやすくなることも多い。うん。そうそう。今回の例はタイヤだけど、タイヤ以外でも仕事の例も出したけど、他にもね、たくさんある。うん。なんか本音言ったらダメでしょっていう雰囲気があるけど、案外本音言っても OK な場面が多いとか。そう。ちなみにね、最初からあまりにもルールを逸脱しすぎると、一気にバッと排除されるから、ちょっとね、そこは注意をした方がいいかな。例えばマンションの今回の話の違う例で言ったら、ペット不可のマンションって結構多いんだけど、それは多分、隠れてペットを飼ってたりしたら、もうね、多分10人中9人はそれはアウトって判断すると思う。タイヤと違ってね。うん。そう。やっぱり、これぐらいだったら許されるんじゃないかなっていうあたりを、ちょっと徐々に探りながら、周りの感じ方を見ながら動くのが、大切かな。うんうん。これは結構日本のなんか独特の文化な感じがするんだけど、どうだろう。みんなの国では
一緒かな。うんうん。100% ね、日本がルール遵守かっていうと、意外とね、そうでもない部分がある。あえてそれをみんなこう言いふらさないけどね。うん。みんな一人一人の中に、まあ、これぐらいなら OK だよ、みたいな、そういう感覚がやっぱりあって、まあそれが、その感覚がさ、重なる部分っていうのは、ものによって違うし、いろんな物事によって変わるんだけどね。うん。まあね、夫は今もルールなら、ルールは守るべきっていうタイプなので、そう、私と夫はちょっと性格が違うかな。私はなんかルールがルールとして存在しても、それがなんかちょっと、って思うようなルールだったら、なんか改善を試みることもある。みんなが窮屈そうだったりしたら特に。うんうん。いや、もちろんね、基本的にはルールは私も守るんだよ。そう。でもさ、たまにさ、みんな窮屈そうにしながらルールを守ってることってあるくない？日本だと結構そういう場面に遭遇することは多くて、そういうみんなが窮屈そうにしているところで、ちょっとだけね、勇気はいるんだけど、ちょっとだけ先に動いてみて、なんかね、みんながそれで、生活しやすくとか、会社の中で動きやすくなったりとか、笑顔がちょっと増えたりとか、なんかね、そういうのが私は結構好きなんだよね。うん。だから、出る杭に私はなりがちなんだけど、うーん、そう。なんか面白いなと思って、そういう。だってさ、隣の人たちと何も会話はしてないのに、同じスタイルでタイヤを置くようになるっていうのが、コミュニケーションは取ってないんだけど、コミュニケーションを取ってるような感じがして、なんかね、微笑ましく感じたんだよね。うん。そう。そんな感じ。そうそう。今日はちょっと久しぶりの雑談だったので、うまく喋れたかわかんないけど、今日はこの辺りにしましょうかね。はい。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。